です。気仙編。今日はですね、めちゃくちゃビッグな日本人の方にお越しいただいてます。この方、日本人なんですけど、インド政府公認のインド古典舞踊オリシーのダンサーなんですね。世界を股にかけて世界中で公演されている方なんですけれども、世界が尊敬する日本人100人に選ばれたりだとか、安倍元総理やインドのモディ首相が主賓の公演でパフォーマンスをしたりだとか、もうめちゃくちゃすごい方なんです。踊りもめちゃくちゃ美しくて、私大学時代からめちゃくちゃ憧れている方なんですね。なので本日お会いできて、一緒に動画できて、しかもですね、この動画じゃないんですけど、違う動画でダンス体験もさせてくださるということで、もうめっちゃテンション上がっております。では早速行ってみよう。小野先生にゲストとしてお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、皆さん。私は小野雅子と申しまして、インドの古典舞踊オディシーダンスをやっております。インドには全部で8個のインド古典舞踊と呼ばれるものがあって、オディシーダンスもその中の一つです。で、オディシーダンスはオリッサ州、東インドに位置する州がありまして、そこで生まれたダンスなのでオリッシーダンスと呼ばれていて、左右非対称なポーズが基本ポーズになっているというところが、特徴的なところで、とても優雅な美しい踊りだと思っております。はい、いや、どうしてオリッシーダンスを始めようと思ったんですか？インド旅行には、インドパキスタン学科にいたので、何度か行ってまして、いろんなダンスを見たいと思って、見て、オディシーダンスが一番私は素敵だなと思って、はい、多分その左右非対称の、ポーズとかに惹かれたのと、そして多分音楽とかもその踊りによって全然違うので、そういうので一番素敵だなと思ったので、はい。大学を卒業してすぐにバンガロールからバスで3時間ぐらいのところに、はい、そうですね、もう何にもないようなところの舞踊に特化した舞踊村のコミュニティに住み込みで計5、6年いたと思うんですけれども、ちょっと私の勝手な想像なんですけど、例えば今のインドのね、デリー、ムンバイと比べてちょっと田舎に行くと生活が難しかったりだとか、戸惑った部分とかってあったんですか？戸惑ったというか、あまりにもその日本の東京での生活とはもう真逆の原始的な生活をしているところで、朝食もバナナを叩いて取ってパパイヤとかも揺らしながら取ってそうなんです。そしてもちろん掃除機もないし洗濯機もないしっていう、なんか手洗いで石の洗濯台みたいなのがあるんで、そこの石がちょっとザラザラしてるところでこすって。そこはインド人の生徒さんが多かったんですか？そうですね、最初私が行った時は、インド人がもちろん教えてくださって、インド人の生徒さんたちがいるんですけれども、私も含め外国人が6、7人いたんですね。ただとても厳しい生活をしていく中、辞めたり追い出されることもあってですね女性のみの本当に修道場のようなところだったので、やっぱりそうですね、夜中にちょっと遊びに行っちゃったり、あとクラスに遅刻してきたり、朝はもう5時半ぐらいから起きて、ジョギングとか目のエクササイズとかをするんですけれども、そういうのに、サボりがちになったらもちろんすぐにもう最後には誰もいなくなってましたね。はい、さんだけ。そうですね。はい。なるほど。朝起きてジョギングに行きます。帰ってきてからチャイタイムがあります。で、はい、チャイタイム15分で、その後にすぐお掃除の時間30分ぐらいで、それからヨガが始まって、ヨガ1時間半毎日やってまして、でヨガが終わったら朝食はですね、スプラウトとあとバナナ。スプラウト味付け塩だけですね。はい。でその後からサリーに着替えて、ビンディをつけきれいにしてクラスに行って、それがだいたい9時とかそうです、9時半とかでお昼ぐらいまでやって、お昼を食べて、で
一瞬ちょっと1時間はないけど45分ぐらいお昼の後にちょっと休めるんですね。でその後私はコンピューターができたのでオフィスのこのメールをチェックしたりですとか、その生徒さんによっては馬の世話の子もいたし、いろんなこういろいろあるんですね。そのコミュニティで住んでいるので買い出しに行かなきゃいけなかったりとか、そのお仕事が終わったら夕方に必ず全員でやるのが草むしりと、畑から野菜とかも取れてるので、牛の糞を乾燥したものがこう肥料になってるので、みんなでそういうのをなんていうの運んで、それをこう巻いてっていう、あと雑草を取ったり。でその後に、バジャンが始まって、でお歌を歌った後にまたダンスのレッスンという感じでしたね。6年間です。そうですね。はい。小野さんは大人になってから始められていらっしゃるというお話だったと思うんですけど、周りの人はずっとやってらっしゃる方が多かったんですか？そうですね。確かにそれ最初ちょっとキャッチアップするのに大変そうですね。かなり大変でしたね。はい。すごい。なるほど。卒業後はどんな活動をされたんですか？やっぱりパフォーマンスとかを知ったらもっとこう踊りに深みが出るのかなと思って、オリッシーダンスの発祥の地のオリッサ州に、行って、そこで練習をしながらいろんな他の先生にも習いつつ、パフォーマンスの機会をちょっと伺うっていう形で。公演とかで面白い印象に残った公演とかってありますか？面白いことはいろいろあるんですけれども、いろんなね失敗談もありますが、やっぱり自分にとってとっても重要だったのはカマニオーディトリアムというデリーの大きな劇場があって、やっぱりそこでソロパフォーマンスをやった時に一つの夢が叶ったかなとは思いました。今オンラインでもレッスンされてると思うんですけど、はい、これは最近始められたんですかね？やっぱり今まで移動が多いっていうか、もちろん拠点はインドなんですけれども、いろんなところに日本にも来ますし、でそうするとレギュラーで一つの場所で教えるっていうことがとても困難だったんですね。とりあえずオンラインでどこまで教えれるかわからないんですが、オンラインだったら、例えば私23カ国以上で講演してきたので、例えばアメリカで雅子に習いたいって言ってくださる人とか、そういう中ちょっと始めてみようかなと思って、始めました。最初は私も手探りだったんですね。Zoom っていうソフトを使ってるんですけれども、そうすると右手でこう教えている時に生徒さんには左手に見えるので、っていう壁はありますが、半年ぐらいも教えてるんですけれども、生徒さんの上達を見て素晴らしい機会だったんだなと思って、もうオンラインでも十分本当に教えられるんだなっていう確信を、もう本当に先月か先々月ぐらいに本当に確信したんですね。なのでもうこれからはオンラインで教えていきたいと思ってます。はい。私はいろんなダンスを幼少からやってきて、その中でオディシーダンスを見た時にそれがすごく衝撃的な動きだったり、ダンスだけではなくて体から湧き出る、オーラのようなものを感じ取り、精神性っていうか、でそういうのももちろん本当に新鮮で極めたいと思って、でオディシーダンスはずっともう本当にライフワークとして続けていきたいと思っているんですけれども、オディシーダンスから学んだことをまた自分なりに表現していき、このオディシーから学び取れるものを学び、それをまたその個々人の新しい表現につなげていけたら、私はそういう風な方向性でオディシーダンスを捉えてます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、小野先生オンラインでもレッスンされていてですね、概要欄の方に小野先生のスタジオの情報も載せさせていただいておりますので、もしねオディシーダンス興味があるな、習ってみたいなって思う方は、ぜひチェックしてみてください。次回の動画ではですね、私と私の友達私のヒンディー語の親友多分入ってないあゆみちゃんと、一緒に小野先生にオディシーダンス
習ってみたっていう動画を作りたいと思いますので、そちらの動画もぜひ待っていてくださいね。ご視聴いただき誠にありがとう